皆さん、こんにちは。今日はちょっと久しぶりに、のんびりね動画をちょっと撮ってみようかなと思うんですけど、見てください、このスタジオ。僕の大好きなスタジオが復活しましたそう、よくね動画撮らせてもらったりね、自分でウッドベース練習したりとか、なんか音作りをね、ちょっとアンプ使ってでかい音やりたい時とかね、こもってる行きつけのスタジオがあったんですけど、去年ね閉店したんですよ。でもうすごいショック受けて、もうで近所にねスタジオ結構いっぱいあるんで、なんか新しいとこ見つけようと思ってね何個か行ったんですけど、やっぱどうもしっくりくるとかなくて、やっぱシュールサウンドスタジオって言ったんですけどね、シュールがなくなったな、きってえな、なんか自分のベース人生においてかなり痛えなとか言って思ってたんですけど、なんとね今年に入って、今年の先月かな、なくなってた看板に新しい看板がついてね、オフビーツスタジオっていう名前になって、なんとね復活というか、生まれ変わったんで、多分オーナーさん変わったと思うんですけど、またねここでいろいろとちょっとね、山ごもりしてちょっといろいろできるなと思って、テンション上がってます。でちょっと今日はね動画ちょっと撮ろうかなと思っていろいろスタジオで遊んでたんで、このスタジオも本当なくなってほしくないんで、ぜひね都内でバンドやってる人とか、ギタリストでもベーシストでもなんか個人練習とかでね、でかい音でなんか遊びたいとかね、バンドやってる人はぜひ使ってください、オフビーツスタジオ。全然僕はスタジオの人間でも何でもないんですけど、ちょっとなくなってほしくないなと思って、みんなでちょっと使って盛り上げていきましょう。渋谷区、幡ヶ谷にあります。はい。で今日はね、どういう動画撮ろうかなと思ったんですけど、最近すごく僕はプレベがやっぱりすごい好きで、今年になってねレコーディングとかもうめっちゃプレベ使っていろいろ撮ったりとか、してるんですけど、以前ね僕がジャズベース VS プレシジョンベースみたいな、なんかアンケート取ったんですよね。自分の YouTube 登録してくれてる方々に向けて、ジャズベ派ですかプレベ派ですかみたいなアンケートを取ったことがあって、3年前ぐらいかな。でその中で550票ぐらい集まって、いやありがとうございます、あの時ね入れてくれた人。でも73ぐらいでジャズベだろうなとかって思ってたんですけど、55%プレベ派で45%ジャズベ派で、プレベ好きな人の方が多いんだと思って、いやなんか仲間だなっていうか、僕もほんとすごいプレベ好きで、プレベの音がやっぱかっこいい音するなって最近すごい思ってるんですよね。去年僕の先輩の大神田智彦さんがプレベをブリブリ弾くのをもう目の前でねちょっと見させてもらう機会があって、かっけえなとか言って思って、いや俺もやっぱプレベでなんか自分の個性出していけたらいいなと思って、すごく最近プレベやっぱいいなって思ってるんですけど、でね今日はね60年代の60年代のプレシジョンベースと70年代のプレシジョンベース、これのね違いをちょっと楽しんでもらえたらなと思います。全然違うんですよ。なんか同じプレベの音なんですけど、プレベの魅力があるんですけど、なんかそれぞれねそのかっこよさが違うというか、もう音出した瞬間ね違うんですよ。もう音ちょっとまず音聞いてみてください。もう音聞いたら分かる。まずこれ60年代の方いきます。
感じ。ちょっとなんかウッディな温かみのある、で今弦はね同じねアーニーボールのラウンド弦張ってるんですけど、レンジはね広いんですけど、なんかこう角が取れたちょっとウッディな音するなって僕は思うんですよ。60年代特にスラブの頃のやつはね。で70年代はこういう感じ、すごいなんかもうバーンみたいなやっぱすごいね弦が鳴りますよね。バキッとした弦が弦が鳴るっていうのまた違うけど、バキッとしてなんかゴロゴロっとしたね、岩がゴロってなったような、音をする。もう全然違うでしょ。全然違うでしょ。本当もう多分ベース知らない人が聞いても分かるぐらい。っていう音と、この2本がねもう特に違いがあるんで分かりやすいと思うんです。っていう感じ、なんかこうボンっていう感じとガーンっていう感じがね、もうすげえ抽象的なんですけど、違いがあって、でこれがなんでこんな音違うのかなって俺はすごくなんか思うんですよ。楽しいんですよねそれが。でやっぱりなんかこうモードもちょっと変わるし、で70年代のこのベースは僕がYouTube で本当にね全然そんな再生されるYouTube のチャンネルじゃないんですけど、唯一75万回再生ぐらいされてるディスコのね、70年代80年代のディスコの曲をメドレーで撮った演奏した動画があるんですけど、あれ絶対これ合うなと思って、このベースでねチョイスしたんですよ。もう音がねもうめっちゃ絶対これがハマると思って、なんかそういうね違いがあったりとかで、さっき僕マーヴィン・ゲイのWhat's Happening Brother って曲をちょっとカバーした動画をね今日さっき撮ったんですけど、それはもうこうこういう感じのやつを撮ったんですけども、それはすごくハマるし、すごくなんかこう
こういうフレーズ弾いた時にね思うんですけど、こうなんでこんなね音がね違うのかっていうのを今日はね一緒になんかこう自分が思うこととかをちょっと共有してみようかなと思うんですけどね。これは完全に本当自分の主観の話なんですけど、まず60年代のプレベ見ていこうかなと思うんですけど、一番初めにね思うのはもうなんか持った瞬間めっちゃ軽いんですよ。でこれは結構60年代の、なんかやっぱ64年ぐらいまでのベース結構共通してると思うんですけど、すごい軽くて多分 3.7 とか8ぐらい、中にはね重いのもあるかもしれないんですけど、アッシュ使われたねブロンドカラーのアッシュのやつでも結構軽いのが多いんですよね。でまず軽い、すごく軽い。でネックがちょっとやっぱ幅広、60年代の、中期ぐらいまではネックがこう幅広くて、そういう感じがします握った瞬間。70年代は重くてネックがスリムでちょっと厚いんですよね。でやっぱもう全体重量って結構やっぱ音に関係するなと思ってて、軽くてネックのこの形状の幅広の形状、でなんかこうラッカーと薄いすごいラッカー塗装で、だからねなんか弾いた感じがなんか弦を新品にしても割とこうボディとなんか一体化してくれてるというか、だから最近のベースだったりとかこれ70年代例えばベース80年代のベースとかって弦変えるとやっぱ弦がこうギラッとしたのがね前面に結構出ると思うんですけど、これもう変えたばっかなんですよね。この60年代のやつっていうのはいい意味でなんかこうウッディなんですよね。その角がちょっと取れてるというか、ウッディな感じがします。なんか全体が一体となってねなってる感じというか、そう生音でも明らかに違うんですよね。弦張り替えててもなんかこうバリンとした感じがそんなに響かないっていうか、でもワイドレンジなんですよねすごく。ちゃんと上も出るし、すごくその辺が魅力的だなと思うんですよね。でやっぱ一番思うのがなんか質感がねすごく良くて、60年代のやつってこれピックガードとかセルロイド、これは今でも使えばいいなって俺思うんですけど、燃えるらしいんですよ。カットしたりねこう削ったりとかすると燃えやすい。でもう素材も脆いからもう割れたりとかするっていう、だからもう使われなくなったんですけどね。ニトロセルロースですよ、セルロイド。発火しやすい危険物なんで今は使われないんですけど、でもなんか見たらねすごいもう独特な深みがあって、メガネとかにはねなんか結構使われてるらしいんですけど、セルロイドすごくツヤがね、なんだろう、なんか表面的なツヤじゃなくてなんかこう、なんかツヤがねいいんですよね。テカリ感が良くて、で塗装も60年代の、やっぱり、何年からかな、67、8年ぐらいからは下地にポリが使われるようになったらしいんですけど、60年代やっぱ65年66年とかあの辺ぐらいまでは薄いラッカーなんですよ。だからなんか木の感じがすごくする。ネックももう薄いからもう剥げちゃってもうほんと木直に触ってるような感じ。そうだからそれがねちょっとなんかウッディな感じを出してんのかなと思っていいんですよね。でドットポジションとかも64年ぐらいまではクレイドットって言ってなんか味わい深いね色なんですよね。なんかそういうのを含めなんか60年代のプレベはすごく魅力的だなと思って、軽いしすごい音いいしなんかかっこいいし、なんか味があるなっていう感じで、僕はね60年代のプレベの魅力ってそういうところにもあるなと思います。で70年代になるとまずもう明らかにね重くなってて、
だからまあそれはね、僕はこれのやつはアッシュボディだから、アッシュでももう50年代60年代初期に使われてたアッシュよりも明らかに重いのが使われてて、でもうなんかこうすごい武骨な感じがするんですよ、持った瞬間。それがすごく音に出てて、ここっちがねボワーンとなんか包み込むというか、ちょっと沈み込んでボワッとする音だとしたら、もうこれはドーンみたいな、バキンバンバンみたいなね感じのね、もう分かると思う。これは動画でもねきっと伝わると思うんですけど、それがね特徴かなと思います。でそれはね、俺なんでこんな見た目ね同じなの音違うのかなと思ったんですけど、まずなんかねネックが細くて分厚いから、割とそれでも音が違うと思うんですよ。で一番違うのはこのポリ塗装になってるからかなと思うんですよね。さっきはラッカーだったじゃないですか。これもこの年代ってポリ塗装になってて分厚い。これはもう多分引きまくってるから剥がれたんですけど、もう剥がれないようなポリ塗装になってて、ネックがこう包まれてるから、ドーンって音が出るのかなと思ってて、であと重さ、重さも相まって、そのなんかいろんなね要素が複合してこの70年代の音作ってるんだろうなと思うんですよね。でピックアップは僕これすごい質問もらうんですけど、これローラーなんですよ。ディマジオですかとかって言われることあるんですけど、これローラーにディマジオのクリーム色のやつの見た目かっこいいなと思って付け替えたんですけど、これピックアップオリジナルじゃなくてローラーです。でもねもうほんとこういう音しますよね、オリジナルでも何でも。だからまあ別にピックアップなんであろうが、もう俺はこういう音するぜみたいなね、ちょっと不良な感じを感じるのがなんか70年代のベースかなと思います。でなんかメープル指板だからこういう音するのかなとかって俺思ってたんですけど、結構知り合いのローズの同じ時期のねローズのやつも弾き比べさせても、らっても、あやっぱこう70年代の音しますねみたいな感じもするし、初期の頃はまだねアルダーだったんですよね。でアルダーメイプルのやつが70年代のやつ弾いても、あやっぱなんか70年代の、ガッツがある音するなと思って、なんか不思議なね、感じだから徐々に60年代後半から70年代になってもうそういう音に変わっていったんだろうなと思うんですけど、多分狙ってないと思うんですけどねフェンダーは。それがね面白いんですよね。そうこのポリ塗装になったのもなんか狙ってないらしいですよね、音に関しては。で、なんでポリ塗装にしたかというと、なんかフェンダー的にはアップグレードだったらしいですよ、このポリ塗装にするの。多分、塗装が乾燥とかも楽だと思うし、やっぱこういう梅雨の時期とかなんかもう本当この60年代のプレベとかジャズベだともうびしょびしょになるんですよね。なんかこう木がむき出しで、それにその湿気吸っちゃってもうベトベト、なんかそういうのでなんかこうやっぱネックが狂ったりとか、ベトベトになるっていうのからを、防ぐためにポリにしたっていうのもあるらしいんですよね。で上位機種からポリに変更していったらしいんで、だからジャガーとかか、フェンダーでいうとジャガーとかベースでいうとジャズベースとかから徐々にポリに変えた。もうだから上位機種はもうポリになりました、アップグレードしましたみたいな、そういう意味でポリになったらしいですね。これはねほんとね、でもね、ポリが悪いとかラッカーがいいとかじゃなくて、好みかなと思うんですけど、僕はラッカーの方が好きなんですけど、ラッカーの方がね、ポリはなんかこうなんだろうな、ラッカー塗装の方が木に直に触ってる感じがして、引いた感じの握った感じがなんかいいんですよ。ちょっと指が吸い付く感じがして、ポリの場合だと本当にもう表面にプラスチックみたいな
コーティングされてるようなもんなんで、なんかこうツルツルのあれがあって、まあ全然引きづらいことはないんですけど、まあ、なんかちょっと面白みがないなっていう。うん。でもさっき言ったように多分ポリの方がなんか音がボーンって飛ぶイメージがあって、なんかラッカー塗装の方がなんかボワッとした音があるのかなって勝手に思ってます。うん。で70年代になるとね、やっぱり大量生産になってくるんで、ちょっとこれさっき言ったセルロイドのピックガードなんかもこれもうプリントになってるんですよね。もうプラスチックのピックガードにもうプリントしてるみたいな、セルロイドの柄を。そういう風になんかこうちょっとコストダウンだったりとか、なんか手抜けるとこは手抜いてるのが多いし、あと個体差がめちゃくちゃ70年代多くて、このベースはねすごいもうめちゃくちゃいい音するなと思うんですけど、まあ、ちょっと重いなと思うんですけどね。もうこれよりさらに重くて、もう鉄の塊みたいなくせに音ちっちゃいみたいなね、そういうのもね結構俺、出会ったことあるんで、まあ、70年代いいなと思って探してる人は絶対弾いて、楽器屋さんで弾いて、これ自分のイメージする70年代のガッツのある元気のある、音がするっていうので手に入れた方がいいんじゃないかなと、ね、思います。そうで70年代って結構ね歪みもちょっと歪ましてみるんですよ。結構合うんですよね、歪みも。60年代の方を歪ましてみると、これはこれでいい。なんかこれはこれでなんかクリーミーでいいですね。そういう感じです。だからプレベちょっと歪ました音すげえ僕はすごい好きでね、かっこいいなと思うんですけど、そうですね、この辺のね違いがね僕はすごく楽しくて、まあオフ会とかやるときにね、オフ会に来てくれた人たちがねいろんな年代のプレベとかジャズで持ってきてくれるから、ちょっと弾き比べたりとかしてもう全然違うみたいなね話で結構盛り上がったりとかして、すごく面白いのがこの60年代と70年代の違いねあるかなと思います。だからね一概になんかこう60プリ CBS が最強っていう、まあずっと思ってたんですけど、僕はその20代の頃やっぱりいろんな雑誌とか読んで、プリ CBS がやっぱ最強っていう風になんか思ってたんですけど、なんか好みかなみたいな。なんか妥協して70年代買うとかじゃなくて、圧倒的に60年代が高いんで今、なんかこれ欲しいけど我慢して70年代買うとかじゃなくて、この音が好きだから70年代買うっていうぐらいの魅力が70年代にはあって、ただ60年代のちょっと、音とか質感っていうのは、もうこの年代にしかねない感じがするんでね、プレベ好きな人はねぜひ、なんかその辺の違いなんかを、楽しんで、もらえたらなと思います。いやすごく僕はいいベースに出会えたんでよかったですね。こっちは LR の元 LR の木下さんにコロナになるもっと前にね随分すごく安く譲っていただいてもらって、こっちはコロナ中になんかそんなにまだ高くなってなかった頃にね出会ってね手に入れられたんで、もう今なんかもう倍ぐらいになってるんで良かったなと思います。はい、そんな感じで今日は僕のヴィンテージのプレベの、60年代と70年代の2本を、紹介しました。でなんかちょっとさっきねオフ会の話をしたんですけど、今度ね福岡で7月5日に、オフ会やります。ついに福岡でちょっと福岡の、
方のね協力があって会場とか抑えれてねやって、で今もう20人ぐらい、埋まってるんで、もうちょっと募集はストップしようかなと思ってるんですけど、あんま増えすぎると僕結構しんどいんで、20人ぐらいでねやろうかなと思ってるんで、こういうのこれ持っていこうかなと思うんですけど、でなんか後々今後ね、京都とか、僕は京都にすごく縁があるんで、関西方面でもやってほしいっていう声がねあるんで、京都で、やろうかなと思いますし、で東京の方はもう相変わらず3ヶ月に1回ぐらいやってて、もう15回目、やったんですけど、東京の方はもうちょっと人があんまり増えすぎると僕はしんどいんで、もうメンバーシップに入ってくださる方だけっていう感じでねやってね、いつもまったりとね盛り上がってるんですけど、ちょっとなんか地方でもそういうのをやって、なんかみんなでねベースのなんか楽しさを共有して、で地方だとちょっとライブハウスとか、あのスタジオなんかドラムがあってギターがあってね、今度福岡ではギタリストとドラマーを呼んでて、レッチリの曲をやろうかなと思うんですけど、それなんかやりたい人は練習してきてもらって、一緒にやるっていうセッションコーナーみたいなのをねちょっとやってみようかなと思うんですよ。普段なんだろうバンドとかやってなくて家で一人で弾いてる人とか、ぜひそうやってなんかこうドラマーと、ね、ギターと一緒にやって、なんかそういうベースの楽しさももっと知ってもらえたら楽しいんじゃないかなと思って、それ嫌だっていう人は別に僕がその人のベース借りて弾いてみてもいいし、あとその、ベーシスト同士でつながってね、なんかこう情報交換とか、なんかいろいろそういう風にやる、なんか楽しい時間がちょっと今後もっと作れたらなと思ってるんで、ぜひちょっとチェックしといてください。そんな感じです。今日は生まれ変わった、僕の行きつけのスタジオから、動画を撮ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねちょっと楽しいことがあったらいろいろ動画にしていこうかなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。